K-POP アイドルといえば、練習生時代からデビュー後にわたって数年の間は同じ宿舎で共同生活をするのが一般的です。BTS も同じように練習生の頃から最近まで宿舎で共同生活をしてきました。どんな生活をしているのか気になる人も多いのではないでしょうか。今回はそんな彼らがこれまで住んできた宿舎の移り変わりと部屋割りを詳しくご紹介します。BTS 宿舎の移り変わりと部屋割り。2021年現在、活動9年目となった今でも変わらず、強い絆で結ばれている BTS。その理由は、みんな宿舎でずっと一緒に住んでたというのは大きいのでしょう。BTS の宿舎生活は、別々の親から生まれたものが、社長のパン PD の下で、新しい家族となり、一つ屋根の下に集まって、同じ食卓で同じご飯を食べ、強い結びつきを構築、それを武器とするものだそうです。そんな彼らは、今まで、どのような場所で、どのように共同生活していたのでしょうか。順にまとめてみました。練習生時代の青い扉の家。練習生時代からデビュー後2015年頃までは、青い扉が印象的な宿舎に住んでいました。メンバーたちの宿舎入社した順番は、RM、ユンギ、J-HOPE、ジン、チョングク、テテ、ジミンです。当時の宿舎生活の写真や動画を見ると、7人で共同生活するには、あまりにも狭い物件だということがわかりますね。さらに、練習生時代には、彼らの他にも、多くの練習生が同じ部屋に住んでいたようです。自分たちで掃除したり部屋の飾り付けしたり、ケーキや料理作って、デビュー1周年のお祝いをしたんだね。当時は、狭い宿舎で、こんな小さいテーブル囲んでご飯食べてたんだ。練習生に投資する十分な資金はなく、狭い練習室に集まり、約10人一部屋で寝泊まりするなど、決して恵まれた環境ではなかったようです。また、当時の宿舎のことは、BTS の曲、引っ越しのモチーフにもなっています。歌詞の中に登場するノニョンドン3階というのが、この宿舎を指しているようです。当時の部屋割り。それでは、この狭い宿舎で、彼らはどのように生活していたのでしょうか。当時の部屋割りをご紹介します。なんと、最初に住んでいた宿舎では、一部屋にベッドを並べて使っていたんだとか。割り振るような部屋は最初からなかったということなんですね。2015年といえば、デビューして2年くらい。その頃も忙しく活動した後、この狭い宿舎に帰っていたんだと思うと、なんとも切ない気持ちになります。バンタンの新人王1話だけ見てたんだけど、みんな、子供で可愛くて母性本能、爆発した。あんな宿舎だったんだね。生活感あふれてて、みんなでまとまって2段ベッドで寝てて、兄弟みたいでなんか可愛かった。メセナポリス。続いて、2015年から2017年の11月頃までは、本でのお隣ハプチョンという町にあるメセナポリスというところに宿舎を構えました。地下1階から地上2階までに、ショッピング街やレストラン街、カフェなどが並んでいるこちらのメセナポリス。ファーストフードから韓国料理、イタリアンから日本料理まで。そして敷地内には巨大なアパートにショッピングモールや大型マート、そしてアートホールや映画館まで入った大型複合施設。地下鉄 2.6 号線八丁駅の地下からつながっています。八丁駅はポンデイック駅のお隣。そしてこのメセナポリスのアパートも超人気物件として完売しています。人気アイドルやスターたちも住んでいるんだとか。複合型商業施設の上にある居住スペースに住んでいたということですね。BTS だけでなく、数多くの有名人が住んでいるとのこと。ここに住むということは、ある意味成功の証とも言えるかもしれません。BTS のバラエティ番組ラン。BTS でも当時の宿舎の様子を見ることができます。部屋割り。
最初の部屋割り。新たな宿舎での気になる部屋割り。最初の組み合わせはこちらです。ジン&シュガー、RM& ジョングク、J−HOPE& ジミン&テテ。うわぁ、最後の部屋うるさそう。ところで、ホームパーティーのチアセ涙飲宿舎を改めてじっくり見てて思ったんだけど、ジンシュガの部屋って真ん中の棚をしきりにサイドに分かれてる？同室っていうかこれ半個室じゃない？アーミーの間で永遠のルムメと言われるほどに波長の合うジンとシュガ、リーダーと末っ子という微笑ましい組み合わせの RM とジョングク、そしてしっかり者の J−HOPE とクオズと呼ばれるジミン&テテ。それぞれに賑やかそうだったり静かそうだったり、組み合わせによって部屋の雰囲気も違いそうなのが想像できますね。2度目の部屋割り。最初の部屋割りからしばらくして2度目の部屋替えがあったようです。その時の部屋割りがこちら。ジン&シュガー、J−HOPE& ジミン、RM& テテ、ジョングク。ジンとシュガはそのまま変わらず、RM のルームメイトがテテになり、代わりにジョングクが一人部屋になっていますね。ジョングクはじゃんけんで一人部屋を勝ち取りました。ジョングクはインタビューで宿舎について、ヒョンたちと一緒に宿舎生活をしながら不便だと思ったことは一度もない。むしろ別々に暮らすことになったら、どれだけ不便になるか心配だ。他のメンバーも同じだ。独立の必要性や宿舎生活の不便さを感じられない。たまに V ヒョンが部屋でゲームをするときに RM ヒョンがイラついたりしている。RM はヘッドフォンをつけてゲーム内の仲間にあれこれうるさく指示するのを聞いていると、ちょっと一人で部屋を使いたくなるみたいだけど、ルームメイトを決めるとき、部屋が一つ余って誰か一人が一人部屋を使えることになったが、僕らは民主的にじゃんけんをした。そして僕が勝ったと語られています。ジミンちゃんとボビタンの部屋だけなんでこんな狭いんだろって思ってたけど、クローゼット見て納得した。女子憧れのウォークインクローゼットやん。部屋選べって言われたらクローゼット使いたいがためにこの部屋選びたい。嘘。やっぱり一人部屋がいいから。グクの部屋冷蔵庫もあるし。グク、じゃんけんに勝って一人部屋になったと聞いたけど、狭すぎだし倉庫みたいじゃん。お兄ちゃんたちの部屋の方が広いしプライベート空間になってそうだし当たりな気がする。ジョングクはじゃんけんで勝って一人部屋を獲得したようです。何にせよ当時の宿舎はとても部屋数の多い広い物件だったということがわかりますね。ハンナムザヒル。続いて2017年の終わり頃から住み始めたのがハンナムザヒル。バンタンのお引っ越し先のハンナムザヒル。ここただのマンションじゃなくて、これ自体がまるで街みたいに大きい。いいところに引っ越せたようで何よりだ。これまでに住んできた宿舎とは桁違いの規模を誇る超セレブ物件。ドラマで一躍有名になったイテウォンのお隣ハンナムにあります。 BTS の他にピ&キムテヒ夫妻など有名人も多く住んでいることで知られています。また2019年の韓国最高額マンションとしても話題になりました。全国で今年最も高く売れたマンションはソウル市ヨンサン区にあるハンナムザヒルだったことが分かりました。国土交通部が国会の国土交通委員会に提出した資料によりますと、今年実際の取引価格が最も高かったマンションは1月10日に売買契約が結ばれた専用面積およそ245平方メートルのハンナムザヒルで84億ウォンでした。ハンナムザヒルってビッヒは2軒借りてて1軒は契約切れたけど、残り1軒は2021年5月まで契約残ってるから併用して使ってるのかな。ライトの加減ともともと住んでた3階とまだ借りてる2階でちょっと色合いが違うのか。
そんな超高額物件をなんと2件も借りていたというからまた驚きです。バラエティ番組や MV でもたびたび登場するので、アーミーにはおなじみの部屋ですね。部屋割り。ハンナムザヒルでの気になる部屋割りですが、J−HOPE とジミンが同室、その他のメンバーは一人部屋を使用していたようです。ジミンが寂しがり屋なので、J−HOPE とルームメイトを続けていましたが、その他のメンバーそれぞれに一人部屋があるということなので、改めてハンナムザヒルの間取りの規模がわかります。現在の宿舎は？では、2021年現在の宿舎事情はどうなっているのでしょうか。2020年の11月頃には契約解除しているという説と、メンバーが作業をする場所ということで現在も残っているという説もあります。共同生活ではなくなったのは確かのようですね。メンバーそれぞれの現在の住まいはどこなのでしょうか。ジンは2018年にハンナムザヒルの物件を購入しています。メンバーたちと一緒に暮らしてる6億円台の高級マンションと同じ団地内に個人名義で 1.9 億円の個室をローンなし現金一括で買ったらしいキム・ソクジンさん。手堅すぎて好きになってしまうな。また2019年時点で計3つの物件をハンナムザヒルに所有しており、そのうちの1部屋を両親にプレゼントしたのだとか。ジンくんの両親もハンナムザヒルに引っ越してきてたんだね。前の実家が一軒家っぽかったからそのままかと思ってた。一軒家も売れるし賃貸もできるし、同じマンションに引っ越せば息子もすぐ近くにいてたくさん会えるようになるしってなるよね。親孝行。超高級マンションをプレゼントするなんてとても親孝行で素敵ですね。RM とジミン。RM とジミンは2021年の3月に同じ高級マンションナイマンハンナムを購入したことが分かっています。遅ればせながら今知ったけど、ナムジュンとジミンが6億のマンションをキャッシュで一括購入。6億を現金で支払えるだけの貯蓄があるってことだよね。今回購入したナインワンハンナム派、以前宿舎だったハンナムザヒルの向かい側で超高級物件。約6億の物件を現金で一括購入したことでも話題になりました。シュガも現在は有名な超高級ビラ UN ヴィレッジに住んでいるとのこと。シュガさん、韓国のビバリーヒルズと呼ばれる UN ヴィレッジの高級ビラの個室を2018年8月に3億4000万円キャッシュで購入。ジンニムに続いてシュガさんも現金で支払い済み。ちなみにこの高級住宅地にはヨッテ会長やヒュンダイの理事、ビッグバン、テアンの住宅もあります。セレブ。そうそうたる著名人と同じ物件に住むとはさすがですね。数少ない世帯数の入居でプライバシーが確保できるようになっているようです。J−HOPE はハンガンにある高級マンションツリーマゼを購入しています。防弾少年団 J−HOPE がソンスドンハンガンに立つソウル指折りの高級複合型マンションツリーマゼの一室を個人名義で2016年に購入していた。彼が所有する部屋の現在の相場は17億7500万ウォンで、専用面積約25坪、供給面積約37坪、3部屋とバスルーム2つの構造。テテは2019年に高級マンションとして知られるアペルバウムを購入し話題となりました。防弾少年団の V は去る7月11日に51億ウォン、ガンナムグ、サムソンドンのマンション、アペルバウムをローンなく 100% 現金で買い取った。約5億円の超高級物件。一棟にわずか17世帯ほどが暮らすマンションとのことで、相当に選ばれた者しか住むことができないということが想像できますね。テテは家族と一緒に住んでいると言われています。自身の愛犬と公園を散歩中、テテのお母さんとヨンタンに偶然会ったという方の話によると、
ヨンタンは本当に可愛かった。写真を撮ろうとすると明るく笑ってくれました。テヒョンのお母さんも美人さんでした。テテに愛されてさらに可愛くなるヨンタンは幸せ。テテさんは家族と住んでるっぽいよね。ジョングク。最後に末っ子のジョングク。J ホープと同じ韓国にある高級マンションツリーマズを同じ棟の同じ階を同じ日に購入しています。しかしその2年後、一度も入居することなく売却をしています。その時に1000万円の利益を得ているようです。そして2020年11月、イテウォンにある一軒家を購入し、大きな話題となりました。その額なんと約7億円。とあるメディアは、ジョングクが昨年11月、ソウルヨンサン区イテウォンにある一軒家を購入したと報じた。韓国の不動産業界によれば、1976年に建てられたその住宅は、延べ面積 230.74 平方メートル、土地面積637平方メートルの2階建て。BTS が宿舎生活をしている場所からは、車で5分ほどだという。ジョングクは、そんな一軒家を76億3000万ウォン、約7億6300万円で購入したと報じられた。他のメンバーがこぞってマンションやビラを購入する中、ジョングクだけ一軒家というのも意外性がありますね。イテウォンはドラマのロケ地として名を馳せたトレンドスポットですから、7億という金額も相応なものなのかもしれません。ジョングクの76億ウォンで一戸建て購入はエグすぎるけど、BTS 宿舎から車で5分の位置ってのはエグすぎてエモエモキュン。まとめ。今回は BTS の宿舎の変遷と現在の住まいをまとめましたが、いかがだったでしょうか。当初は7人全員が小さな部屋で肩を寄せ合って寝るところから始まり、今やそれぞれの好みやライフスタイルに合った物件に住んでいるというのが何とも感慨深いですね。長い共同生活は解消した7人ですが、その絆は今もこれからも揺るぎないものとして続いていくのでしょうね。